こんにちは。お元気ですか？今日は1月7日の水曜日ですね。なので、一般的にはもうお正月休みっていうのは終わってて、会社員の人とかはね、もう通常通りお仕事に戻ってるんじゃないかなって思います。お正月気分ってね、一瞬で、なくなりますよね。ね、新年の時の、気持ち新たにの感じと、ちょっとお正月のこのゆったりした雰囲気から、お仕事始まると、最初の明けましておめでとうございますなんて挨拶してる時はちょっと新年っぽいですけど、あっという間に業務が始まったらね、いつものモードに一瞬で戻るっていうのありますよね。なのでね、もう世の中的にもね、お正月の雰囲気っていうのは一掃されて、日常に戻ってる感っていうのがね、あるなって思います。普通に街とか歩いててもね、もう日常だなっていう感じがね、なんとなくしますね。私もね、相変わらず引きこもっておりましたが、昨日は久々に図書館に行ったりとかしてましたね。ちょっと調べたいものがあったので、そういう系の本ないかなって思ったんですけど、ちょっとちょうどいいのが見つからなかったので、ちょっと残念だったんですけども、代わりにね、せっかく行ったからね、普通の小説、読み物として楽しむ本をね、一冊借りてきました。私が好きな作家さんの一人の西條中さんの本でね、まだ読んでないやつがね、置いてあったんで、やったーと思ってね、それを、借りて帰ってきて、まだ読め始めてないんですけどね。そんな感じでございます。で、私もね、今年2026年も、こんな年にしようっていうのがね、三が日ぐらいまではね、なんかどうしよう、これからどうしようっていうのがなんとなくもやもやもやっていうかね、このベクトルが定まらない、どうしたらいいのか迷いと、答えがわからんみたいな感じで、ちょっともやもやしてたんですけども、いや、3日ぐらいかな、一昨日あたりに、そうだ、こうしようっていうのがね、なんかね、降りてきたんですよ、私の中で。よし、こうしようみたいのがね、ちょっとね、バチンと降りてきたので、今年はそれを頑張ろうと思います。それを、いわゆる仕事ですね。それを収入源にしようと思います。収入源にしようと思いますっていうかね。私はね、個人事業主として、どこにも雇われず、そしてどこからもお仕事をもらうわけでもなく、いわゆるクラウドワークスとかね、そういうのでもなく、一人でやって一人で完結する、一人で稼ぐっていうのをね、目指しておりますので、ちょっとね、その収入の仕方を悩んでおりまして、一応ね、ここ1年ちょっとぐらいはある方法で、生活費とかはカバーできるくらいは稼げてたんですけれども、ちょっとね、最近はそれもちょっと収入が落ちてきたっていうのと、ちょっと他にもちゃんとなんていうの、収入の方法をね、もっといろいろ試して盤石なものにねしていかないとっていうのもあるので、今細々と稼げているものはもったいないって言ったらあれなんですけど、もう思い切ってそれはやる量とか自分の労力を減らして、もうそこで稼げなくなってもいいから、この新しいことにまたちょっと着手していきたいなって思いました。少なからずね、今までやってたことは一つのスキルとしては残ってるので、また真剣にそっちを真剣にやりたいなと思うことも出てくるかもしれないので、それはそれで OK ということで、ちょっとね、今後のことで、よし、これをやってみようというのがね、昨日だけ、一昨日だか、パッと降りてきて、よしって思ったんで、今年はそれを頑張っていこうかと思います。で、何事もね、01が難しいんですよね、お金を稼ぐのには。つまり、1円を稼ぐ。1円でも収入を得るっていうのが難しいので、場合によっては1円も稼げないっていう可能性なんて全然あり
なんですよね。別に謙遜してるわけではなく、ただね、もともとね、貯金切り崩しで生活して貯金がどんどん減っていく中、去年1年はね、ちゃんと生活費をカバーできる分の収入をどうにかは得ていたので、貯金は減ってないんですよ、去年1年分。だから1年間生きながらえてるのでそういう意味でも、今年もね、収入が貯金を切り崩し的な生活になってしまうかもしれませんが、そうなったとしても今年1年くらいはね、まだ生き延びれるという風な川山用でございまして、人生1回なので、ある程度ギリギリ攻めてもいいかなっていう感じで、ちょっといろいろね、やっていこうと思いました。一人なのでね、モチベーションが上がらないとき一人でモチベーションを上げたりとか、わからないことは全部一人で調べなきゃなんないとかね、そういうのもいろいろあるんですけれども、ただね、いろいろいずれ、自分一人でそこそこ稼げる、きちんと稼げるっていうのが安定してきたら、その仕事内容をね、ちょっと方向性を変えて、他の人と一緒に何か協力し合いながら仕事ができるようなものにつなげていきたいなっていうふうには思っております。今はね、本当今現段階ではお金になるかどうかもわからないという、そういうレベルでございますので、そんな先の大きいことはね、全然言えるあれじゃないんですけども、ただね、自分の中で妄想してる分には誰にも迷惑をかけてないので、喋っても迷惑にはならないと思うんですけど、こうなってゆくゆくはこうなって、さらにゆくゆくはこうなってぐらいのね、妄想でもしてみようとっていうか、したりとかしております。でね、これまでやってきた仕事も今これからトライしてみようと思う仕事もね、仕事というか収入になるのかわからないんですけど、それすらわからないんですけど、それはね、この私の YouTube チャンネルでは内緒にしておこうかと思います。やっぱりね、ちょっとでもそういうのを言っちゃうと、どうしてもそれは現実的にロジカルに考えてこうだからこうで、これは難しいと思いますよとか、それはやめた方がいいと思いますとか、こういう前例があってこうだからこうです、なぜならばこうでっていう、そういう親切なアドバイスが来てしまう可能性があるじゃないですか。なのでそういう意味でもね、言わない方がいいかなっていうのがあります。去年やってたこと、去年っていうか今もやってるんですけども、今やってる収入方法だって多分言ってたら、そんなんでお金稼げるわけないじゃん、何言ってんのっていうふうに絶対に言われることだと思うんで、でも収入できてたんでそうだからね、そういうのを言ってしまうと、自分がくじける要因とかね、自分が取りたい情報じゃないものも入ってくるっていうのもあるので、私はある程度結構冷静に夢見る夢子ちゃんでもないので、タイプ的にただ自分の考えでやってるから、一般的にはそれって無理っしょっていうことも、私の考えの中ではいやでもこういうパターンもあるよねっていう、ちょっとね違ったアイディアから攻めるっていうパターンもあるので、そこはね言わずに、こいつは一人でやるのが好きなやつなんだなっていうふうに思って、半目でふーんって思っててくれたらいいかなって思います。そんな感じでね、今年1年の目標もぼんやりと決まってきた1月1週間ほど経った今日なんですけどね。そうだな、日常のことで最近ふと思ったことの
一つとしてはですね、ちょっと話全然変わるんですけれども、私ここ1年くらいでちょっと更年期っぽい症状がいよいよ出てきたよねっていう話もちょこちょこしてると思うんですよね。去年一昨年ぐらいだと、これ更年期なのかな、それとも違うのかなぐらいのあれだったんですけど、去年1年はもうこれは更年期だわみたいなね、そういう感じになったんですね。ちょっとこうなんていうのかな、こうホットフラッシュっていうほどすごいものじゃないんですけど、ちょっとなんとなくホテルかもとか、なんかね、そういうのがちょっと出てきたりとか、自律神経乱れてる系かなみたいなのとかあったりとか、そういうのがちょこちょこあったりとかしたので、更年期はね、もう始まってると思うんですよね。だから私がもうがっつりこれはもう更年期だなって思ったのは28歳ということになりますね。で、今も28歳じゃない、48歳で、今も48歳なんですけれども、今年ね、49歳になる年代っていう感じですね。うん。そんな感じで、20じゃないや、48歳から、これ更年期だなっていうのは始まったけれども、そんなめちゃめちゃひどいとかね、激しいとかね、きつすぎるとかいうほどじゃなくて、ちょっとうっざいわみたいな、ちょっと肩こりとかも更年期の影響かも、これ結構地味に辛いわとかね、そういう感じね。あと夏の間はね、やっぱ夏って暑いから、そういう時ちょっとほてりとか感じると、さらに暑さがうざく感じるっていうのはありますね。ただ寝込むほどではないっていう感じですね。うん。ただ更年期でちょこちょここうね、こう体調が微妙っていうかね、のが続くので、なんだろう、特にお仕事休んだりとかするようなレベルじゃないけど、何かいろいろするのにいつもよりほんのちょっと気合を入れなきゃだなっていう体のだるさとかかったるさとか、そういう感じだね。そういう感じでございます。で、ちょっと前置き長くなっちゃった。それで、ここ最近ちょっと感じたことっていうのは、今真冬じゃないですか。で、ちょっと思ったのは、いつもより冬が辛くないっていうふうに思ったんですよ。で、今までね、なんかネットとかでいろいろ見てた時に、更年期だとほてりとかあって、ただそれの影響かなんかで冬でもそんなに寒くないくなったっていうのがね、たまになんかそういうの見たことあるんですよ。この大々的にこう更年期の症状でこうだからこうですっていう風に書かれてるわけじゃないんだけど、ちょっとした意見みたいのでそういうのがチラチラっとたまにあることがあって、だからこれこう医学的にこうエビデンスのあるあれなのかちょっとわかんないんですけど、ただね、私もそれを感じたんですよね。今年寒さがいつもよりその辛くないというかね、いつもだったらもっとこう寒さが寒って言って家の中にいても辛いのが、そんなに辛くなくて、エアコンとかも今かけなくてもいいかもなみたいな、なんかね、そんな感じなんですよ。だからこれって去年より今年が暖かいのか、私の体感的にそうなのかっていうので、去年私が住んでる地域のね、去年の同じ時期ちょっと調べたら12月末とかね、12月中旬から末ぐらいの気温で比べてみたんですね。ちょっと自分で調べるのめんどくさいからチャット GPT にこの地方のこのエリアで去年の12月なんとかから年末までの気温のと今年のを比べてみてどうかっていうのをね、チャット GPT に喋ってもらったら、別にね、今年があったかいっていうわけではなかったんですよね。でも私は明らかに今年の方が寒さが楽なんですよね。だから多分これはね、更年期によるほてりで、それによっ
って冬の体感的な寒さが和らいでるっていうことなんですよね。だから更年期で唯一いいこといいことは冬がいつもより寒くないっていうことですね。で、もちろんね、ほてりとかがすごいひどい人とかだと、冬とかでもこう滝汗になっちゃったりとかして、とか、そういうの聞くじゃないですか。そういう方からしたらね、やっぱこう冬でも、やっぱね、こう、辛いとは思うんですけども、そんな汗がだら出るような、この激しいほてりじゃなくて、なんとなくこう、いつもより暑いかもとかね、ちょっとこう、ほてってるのか、ほてりじゃないのかくらいのね、こう、緩やかなほてりとかのね、感じているくらいの人だったら、冬の寒さが和らいで、冬は楽になるっていうね、更年期の中で唯一、いいことがあったなっていうふうに思いましたね。うん。そうそう。だから、これなんかの記事とか医学的なエビデンスとかそういう検証とかね、そういうのを見たわけじゃないんですけど、多分ね、体感的にそれってあるんだと思います、本当に。更年期でちょっとほてりが、常にある状態だと冬の寒さが和らぐと。確かに言われてみれば夏はその代わり、ちょっと夏の暑さには例年よりも少し弱くなってたような気がします。それが単純に、年齢を年齢を重ねたことによって、暑さに、単純に体が弱くなって、暑さにバテやすくなったのか、それとも更年期のほてりが相まって暑さをいつも以上に暑く感じてたのかっていうのもあるんだけど、ちょっと今から思うと、夏の間もね、ちょっと更年期のほてりっていうのが若干プラスアルファされて、夏の暑さがいつもよりちょっと暑いなみたいな感じだったのかもしれないです。いつもより暑いなっていうかね、私の感覚だと、今まで暑くても結構外に出かけたりとかは、暑いけど別に平気って思ってたんですけど、暑いけど外に出ると本当暑いから家を出ないっていうね、そういう感じでした。やっぱり暑さが応える、外に出るとその暑さがより応えるっていう感覚をね、体がなんかね、感じてたんだと思うんですよね。うん。そんな感じでね、ここ最近、日常の中で、って思ったことは、更年期のほてりは、冬はね、寒くないっていうね、いい部分もあるんだなっていうのを思いました。そして同時にね、これだけでも冬の寒さってだいぶこう体感的にね辛さがこう軽減されるから、やっぱりね男性とかでねやっぱ基礎体温とかも高いし、女性よりもこう冬がきつくない人っていうのは結構女性と男性とかで冬の寒いっていう寒さの辛さってね、やっぱ女性の方がきっと辛いんだろうなって思いました。ちょっとね、更年期のほてりによって少しだけ寒さが軽減された私にとっては、同じ冬の気温とかね、そういう気候でも結構体感的な違いで辛さが結構あれだなって思ったので、そうそう。だからそういう部分でもやっぱり女性はね、生物的にちょっとこう弱い部分はあるのかなっていうふうにね、思いました。生命力っていう意味では逆に強かったりはするんでしょうけど、こういうのに弱いっていうのはね、やっぱ男性の方がこういうのはね、頑丈だなっていうのはね、感じましたね。あとね、ここ最近で、おって思ったのは、YouTube とかを見ててね、漫画家の一条ゆかりさんのインタビューの YouTube があったんですよ。で、一条ゆかりさんだと思って、この最近 YouTube のおかげでなかなかね、こうお姿を拝見する機会がないような漫画家さんとかね、こう本の作家さんとかもね、 YouTube とかでこうなんかこうなんかね見れることがあるんですよ。それが本当嬉しくて、
YouTube がない時代はせいぜいちょっと雑誌のなんかのそれ系の雑誌のインタビューとかでちょっと写真とかが出るとかね、それでこの人が誰々さんなんだなんて思って見たりとかしたことはありましたけど、最近は YouTube のおかげでYouTube ってね、テレビ番組以上にいろんなチャンネル数も多いですし、専門的ないろんなジャンルも多いですし、だからそういう一条ゆかりさんとかのね姿が見れて、喋ってる声も聞けて、でなんか自分ご自身が考えてることとかね、そういうのも話されてるのを見れて、すごい嬉しかったですね。何ヶ月か前にもね、私 YouTube で作家の宮部みゆきさんがインタビューされてるのを見れて、いや YouTube があってすごいなって思ったっていう話をしたと思うんですよ。宮部みゆきさんの現在の喋ってるとことか、こういうお人柄なんだとか知れてすごく感動したっていうのもあったんですけども、この数日前はね、一条ゆかりさんが喋ってるのが見れて、すごい嬉しかったですね。ごめんなさい。もう一条ゆかりさんって私からするともう説明なしでもみんな知ってる有名な漫画家さんだと思っちゃってたんですけど、一応は少女漫画っていうジャンルに入るので、男性の方は知らない方もいるかもしれないんですけども、夕刊クラブとかがやっぱり有名ですかね、一番。長く連載も続けてたしね。少女漫画っていうジャンルではあるんですけど、やっぱ少女漫画誌、リボンとかね、そういうので書いたりとかしてたから。でも内容的にはね、別に少女漫画じゃないんですよ。そんな恋愛ベタベタ漫画じゃないんですよ。だから面白いんですけど、私はね、やっぱりね、夕刊クラブですね。一条ゆかりさんの中で、一番大好きだし、コミックスももちろん集めてたし、あとはね、プライドもすごい好きですね。プライドっていうのは、声楽、オペラですね。オペラを目指す、2つのタイプの違う女性の、そういうお話なんですけど、なんていうのかな、少女漫画っていうかね、少女漫画の枠を超えてるんですよね。夕刊クラブもプライドも。とにかく面白いです。すいません、語彙力がなくて。でもね、この一条ゆかりさんの漫画って、私世代、つまり、私今48歳ですけども、アラフィフ世代とかね、それより上の世代の方からすると、もうね、青春時代というかね、若い時代を一緒に過ごしてきた漫画家さんで、すごくね、昭和の時代だから、その昭和っぽい漫画とかそういうんじゃないんですよね。もう時代とか関係ないんですよね。すごいんですよ、一条ゆかりさんって。とにかくごめんなさい、何がすごいのか全然あれなんですけど、夕刊クラブとかね、面白さとかコメディ要素とかアクション要素とかいろいろあるんですけど、あと登場人物がね、私何気に好きなのが、その夕刊クラブって5人かな、6人ですね。その6人の名前が日本酒の名前なんですけど、菊正宗清志郎とかね、白鹿のり子とか、木桜カレンとか、松竹梅弥勒とか、剣菱有里とか、美道グランマニエとか、美道はね、クォーターだったかな、ハーフクォーターだったかな。なので、日本酒じゃなくて、外国のなんかのお酒、グランマニエ、わかんないけど、だと思うんですけど、とにかくね、日本酒のね、名前をつけてるっていうのがね、センスあるなっていうか、適当感もあっていいなっていうか、すごくね、面白いんですよ。で、その夕刊クラブの何が面白いかっていうと、ずっとリボンで連載してたんですね。リボンって少女漫画、月刊少女漫画なんですけど、ただ毎回の連載じゃなくて、結構連載一つの話が終わるとまた休んで、また一つの話をやってみたいな、
飛び飛びでやるんですよね。1話完結みたいな毎回なってるんで。で、何がいいかって、そのストーリーがね、事件ものの時もあれば、いわゆるお化けもの、怪談ものの時とかもあるんですよ。だからね、それがすごい面白くて、お化けものとかも結構好きでしたね。で、私すごい、お化けとか、幽霊とか、ちょっと苦手なんで、絶対そういうのを見ないし、読めないっていうタイプだったんですけど、夕刊クラブはね、すごく面白いし、ただ単に怖いんじゃなくて、そのストーリーとか、その背景とか、そういうのが、あるから、ただ怖いだけじゃなくて、面白いんですよ。だから、見れちゃうし、そうそう。なんかね、とにかく面白いんですよ。また語彙があれなんですけど。そうそう、そんな感じで、まあ、ちょっとね、夕刊クラブの話になっちゃったんで、ちょっとあれなんですけど、とにかく一条ゆかりさんが喋ってるのを見れて、すごく感動したというかね、嬉しかったですね。なんていうかね、やっぱ思った通りの人でした。やっぱりね、この漫画とか内容にも出てるんですけど、やっぱり絵とかもね、独特なんですよね。昔の絵って思うじゃないですか。やっぱり私が小学生くらいの時からも特に人気の漫画家さんだったので、でもそれくらいのその頃の時代の絵とかとはまた一線を画している一条ゆかりさんの独特の世界観で多分描かれてらっしゃるんだと思うんですけども、この絵のタッチとかなんかそういう描き方がね、とても素敵なんですよね。表現がまたそれがすごい素敵なんですよね。ちょっとなんか何言ってんのか分かんなくなって。あと話の内容もすごい面白いし、読み切りのちょっと短編みたいないろんな話とかもそういうのも全部面白いので、とにかくね、すごいんですよ。やっぱりあの人はね、自分の中で出てくる独特なものをちゃんと表現してるすごい人なんだなって思いますね。だから、なんていうのかな。その時代に洗脳されてない内容だと思うんですよね。まあいいや、ちょっとごめんなさい。ちょっと、一条ゆかりさん語りになってしまうので、ちょっとこの辺でやめときますね。とにかく、YouTube ってそういうのが見れていいねっていう話ですね。一条ゆかりさんとかね、宮部みゆきさんとかね、この本の巻末の時の写真でしか見れなかったのに、昔は YouTube だとね、たまに出てきてくださるので、なんかもう本当に素敵な人だなって思いました。はい。そんな感じかな、最近は。あとね、また話全然変わるんですけど、ここ数日でって思ったのは、私もともとそんなに便秘とかないんですけれども、もともとは便秘体質なんですよ。子供の頃から便秘体質。もうずっと便秘体質。小学生の時に検便を出さなきゃいけないのに、便秘で検便が出ないから、出さなきゃならない最終日の朝まで出なくて、結局学校をちょっと遅刻してまでどうにか出して持ってったっていうね、ごめんなさい、美しくない話で。そういうくらい小さい頃から便秘だったんですけども。いろいろね、大人に、子供の頃からですけど、大人になってもいろいろ食べ物とか、いろいろあれこれやって、最終的にもう30代後半くらいからもう便秘とはいろいろ食生活とかの工夫でおさらばできてたんですけど、ここ最近は便秘対策としては、日常で食べてるのがね、白米じゃなくて、玄米とか三分月米とかね、そういうものを食べることによって、基本的にはそれだけでもう便秘は、なくなってたんですね。で、それに加えて、ここ最近なんかね、前よりもね、排便時に、スルスル感が増えたなっていうね。前もね、別にそんな悪い状態ではなかったんですけど、最近やたらちょっとスルスルする感じがするんだけどなぁなんて思ってたんです。ごめんなさい、美しくないことで。で、なんだろうって思って、ここ2、3ヶ月くらいかな、バターを前より食べるようになった。
ブロックバターを買ってきて、よくバターをね、食べるようになったのが原因かなと思ってたんですけど、そんなにね、何でもかんでも私バターつけることもないんで、若干飽きてきたのもあって、1週間くらいバター全然食べてなかったんですけども、それでもなんかスルスルするなと思ってて、なんだろうって思って、あ、そっかっていうふうに思い当たったのがですね、酒粕ですね。ちょっと前にね、酒粕を、スーパーとかで、こう、なんだろう、売ってるじゃないですか。四角く、ペーパーじゃないな、四角い板みたいな感じ、ベニヤ板みたいな四角い板みたいな感じで売ってるじゃないですか。まあ300円とかせいぜい500円くらいで。それを買ってきたのがあって、たまに味噌汁に入れたりとか、してたりとか、まあ結構ちょこちょこ、その酒粕食べてたんですよね。あとは夜寝る前に豆乳飲んだりとかすることが結構あったんですけど、なんかもう寝るけどなんとなく小腹が減ったなみたいな、でも食べるほどは減ってないなみたいな時に、寝る前にちょっと豆乳を温めて飲もうっていう時に、それにね、ティースプーン1/2、まあ、もしくはティースプーン1杯分くらいかな。いや、ティースプーン1杯分くらいは入れてるか。あの、の、あの、その酒粕を、まあ、ティースプーンっていうか、酒粕ってペースト状なので、スプーンにしたらそれくらいの量を入れて、レンチで温めて飲むと、豆乳飲むより体も温まるしね、なんかね、あと豆乳の豆臭さがちょうど酒粕の、なんていうの、癖みたいので、ちょうど相殺されてっていうかね、逆にちょっと飲みやすくなったかもみたいな感じになって、そうそう、それでちょこちょこ寝る前に豆乳に酒粕入れて飲むっていうのをやってたんですよね。で、もうちょっと飲みやすくなるかななんて思って、それはでも全然まずくはないんですけど、砂糖とか蜂蜜とか入れてみたんですけど、結構ね、かなりの量を入れないと甘さがそんなに来ないので、ほのかに甘いくらいだったので、だったら入れなくていいわ、くらいな感じで、砂糖も入れずに飲むことが多かったんですけど、なので、多分ね、酒粕だなっていう風に思いました。そうそう。で、酒粕って、入れるだけじゃないですか。だから楽だし、これで結構腸内環境が整ったんだろうなと思って、まあもともとね、結構私、食物繊維とか野菜とかも普段から食べてる方なんで、腸内環境おそらくそんなに悪くはないと思うんですね。玄米とかも、日常的に食べてるんで。ただね、もともとが、いかんせん生まれつき便秘体質っていうのそういう体質なので、そうそう。だから、あとなんですけど、腸内環境とかね、そういうのも人によって全然性質っていうかタイプとかね、飼ってる腸内細菌とかも違うので、何を食べたらどう良くなったっていうのはね、結構人によってそれぞれだと思うんですよね。ヨーグルトがいいっていう人もいれば、ヨーグルト全然効かないっていう人もいれば、納豆とかお味噌がいいっていう人もいれば、酒粕がいいっていう人もいれば、水溶性食物繊維が足りてなかったとか、不溶性の食物繊維の方を取ったら良くなったとか、まあね、その人の体質とか腸内環境とかによって全然違うと思うんで、一概には言えないですけど、まあ私の腸内環境には酒粕がね、結構相性が良かったのかもななんて思ったりとかしましたね。で、ただ入れるだけなんでね、手間がかからないっていうのもいいですね。あとお味噌汁に入れる時とかもね、お味噌を入れる前とかに適当に酒粕ポンって入れといて、放置しとけば混ぜなくてもそのうち、溶けるので、手間がないっていうのがね、続けられるあれかなっていうふうに思いましたね。ただね、お味噌汁とかはね、ネギとかもやしとかそういうあっさりしたやつだとね、私的には酒粕とそんな相性が良くない気がして、どっちかっていうとなんて言うんだろう、けんちん汁みたいな、根菜類がたくさん入っているような、それ系の味噌汁とかの方がね、酒粕は合うかななんて思ったりとかしましたね。
ちょっとね、この酒粕でもうちょっと食べてみようと思ってね、レーズン買ってきてるんですよね。だから今度酒粕レーズンを作って食べてみようかなと思ってるんですけど、ちょっと作るのがめんどくさくて、ちょっとまだできてないんですけど、作るのがっていうかね、レーズンを酒粕に混ぜるだけなんですよ。それがめんどくさくて、まだやってないんですけどね。それが美味しかったらね、また、新たな酒粕ライフがね、始まるかもしれないななんて思ったりとかしてました。まあね、私、なんて言うんだろう、健康のために頑張るのは嫌なんですけど、頑張んなくても、あの、ただその生活習慣に頑張んなくても自然に取り入れられて、しかもそれが美味しいからただやりたくてやっちゃうとかね、それで健康になれるのが一番いいなと思ってるんですよね。わざわざ何かを作るとかめんどくさいじゃないですか。その体にいいものを。でも、もともと食べてるものを何かにチェンジするとか、ただ入れるだけとかね、そういうので、健康になれたら一番いいなって思ったりとかしてますので。まあね、何はともあれ、体が資本、健康第一と言いますので、まあ、いずれね、人間誰しも死ぬので、まあ、どうせ死ぬなら死ぬまで健康でいたいなっていうのはあるんですよね。別に死ぬことにね、なんていうか、死にたくないとか全然思ってないんですけども、私がとにかく嫌だなっていうのは、もう死んでもいいんだけど全然、その死ぬまでのプロセスを、その死ぬまでのプロセスで苦しむのがとにかく嫌だっていうことですね。そうそう、だから、病気になってすごく苦しい闘病生活をするとかね、そういうのは嫌だなと思うし、苦しい闘病生活とまではいかずとも、もう体のあちこちに常に不調を抱えていて、なんか気分もって思いながら生きてるのとかね、そういうの嫌だなって思うんで、どうせいずれ死ぬけど、どうせ死ぬなら死ぬまで健康でいたいなっていうのはありますね。いわゆるピンコロ的なやつですね。がいいなって思います。まあね、人間いつ死ぬかわからないんで、どんな健康であっても何かしらのハプニングでね、パッと命が終わってしまうこともありますので、まあ、今日美味しいコーヒーでも飲んでね、とりあえず今日ほんの1ミリでも、うまかったわとか、これ楽しいわっていうのをね、毎日感じながら生きていきたいなって思いますね。でもまだちょっと長生きしたいかなって思いますね。もうちょっと楽しいことあってもいいんじゃないのっていう気持ちもありますので、そんな感じでございます。2026年もそんな感じでマイペースで生きていこうかなっていう感じなので、それではまた。